します。はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ご注文決めてお待ちください。こんにちは、毎度。もしかしていいかな。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。いらっしゃい、毎度。やっぱり腰と、口触り、舌触り、出汁も、なるべく自然のものをふんだんに使って体に優しいっていうのをテーマとしてやっております。あと1名です。本当に外が暑いので、なんかこのつるっとしたコシがあるうどんが久しぶりに食べられたので、あとなんか天ぷらも結構サクサクしてて美味しくて食べやすいし、何よりもつけ汁が出汁が効いててとっても美味しい。エスプレッソはいかがですか。はい、はい、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。大事なのはコシですよね。口当たりと食感っていう部分が、一番最初に大事にしたくて、その後香川と違うところはそこにプラスして、味と香り。僕がこの東京に来てやりたかったことが和食っていうくくりで一つうどんっていうのも見てもらいたくて、まあ同じ日本の文化って考えるとそばとかそこら辺と肩を並べられるぐらいの価格帯に持っていきたいっていうのが僕が東京でやりたかった一つの。これそもそもこれ自体がこのミルフィーユ状になってるんですよ。この層になってるんですけど、これがまあいわゆる腰と言われる部分なんですけど、足踏みとかこの手でやると目に見えないぐらいの世界で細かい空気がいっぱい入ってるんですよ。こんな風になんで軽く食べれるんですよね。大でもなんか終わっちゃったみたいな、手もなくなっちゃったみたいな感覚が原理的にはそういう意味です。でこの層をさらに
分厚くしてやるための団子なんで、ただ丸くしてやるんだったら簡単なんですけど、この層を厚くしてやってます今。わかりますかね。そう、この感じですね、うちのやり方は。でそうだ、層を層に重ねてやる。さらにこれでコシが強くなるっていう感じですね。なんでうちのは20分ぐらいうどんを湯がくのにかかるんですけど、中まで浸透するまですごい時間かかるんですよ。層がすごいんで。柔らかいのあんまり好きじゃないので、ここは結構アグレッシブに硬いと、なんかそれがすごくいい。一本一本が長いんで、もうその喉越しっていうのをずっと感じられるような。まあまあ基本的には時間と最終的には触ったと思います。上げるタイミングの時間の柔らかさっていうのをある程度覚えておくので、あとは1日の中で少しずつ微調整して、まあ、メニューとかお客さんの感じ見て少し変えたりはします。ちょっと柔らかめの方がいいだろうなっていう人にはちょっと柔らかめだし、ここはやっぱいつも来てくれてる人もいるんで、様子見ながら。そうですね。はい、ご用意いたします。じゃあ柏のピアの大盛りでお待ちのお客様。謝罪です。はい、いらっしゃいませ、どうぞ。次は1名様。ありがとうございました。もうかなり熟成されてるやつですね。朝から仕込んでたやつ。朝から、まあそうですね、一番最初に作ったやつ。今日だと3時半ですね。ちょっと眠いですけど。この網目状のグルテンっていう組織があるんですけど、切れちゃうと、腰がなんか伸びがなくなるって言ったらいいですかね。なんで足全体で、ゆっくり圧をかけていく。まあ飲食はもうこの裏の仕事が全てなんでね、もうこの前の生地作りがめちゃくちゃ大事で、これを失敗するともういくらうどん打つのがうまくても、釜がなんか揚げるタイミングが完璧でも全部ダメになるんで、ここだけはマジで手抜けないですね。で仕込み結構時間かけてるんで、まあ食ってくれよみたいな、手抜いてないから食ってくれみたいな。毎日こんだけうどん打ってる職人さん、まあ、難しいと思いますね。いないですよね。15年この風景ですね。おもろいですよね。ずっとね、こうなんですよ。計算したんですけど、いくらうどん打ってきたんだろうって言ったら100万枚ぐらい打ってるんですよね。ここが鉛筆みたいになるんですよ。自然に尖ってくるんですよ。もっと尖ります、これから。まあ包丁の職人とかはちっちゃくなるって言いますね。あんな感じでちゃんとした職人ここ見るんで。ありがとうございました。旗が細くないと食べた時にスッと入ってこないんですよね。細いところから太いところに食べるのは吸いやすいんですけど、太いところだと噛まなくていけないんです。最初が吸えないんですよね。吸うところをまず細くしてやって、この真ん中を太くして旗を細くするっていう、ここでもうある程度うまいかどうかも決まってくるんで、打った時にここちょっとだけ隙間わざと開けてるんですよね。これうどんとうどんの間です。これ結構難しいんですよ。粉が入ってはさばきやすくなるっていう感じですね。
ちの弟子たちがやると振り下ろすスピードとかうどん逃がして上げた幅でこれ決まってくるんで、そうこれを多分職人たちが見てそうなんかただのダンスだろみたいな感じはなくなるんですよね、これ見たら。はい、どうもありがとうございました。よろしくお願いします。はい、いつもありがとうございます。海鮮かけうどん、イカ天ちくわ天。普通の人がパッと見た時に綺麗だなとか美味しそうだなって思えるようになるには熟練度がめっちゃ必要なんですよ。スマートにいいものを作るみたいな感じですかね。どいてぶっかけ並みになって。柔らかくてサクサクしてて、で鶏天とかって硬くなりやすいと思うんですよ。全然硬い感じもなく美味しく食べられます。天ぷらとかもすごい美味しくて、でなんかいつもかしば天だったりもち天だったり気分によって変えて食べてます。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ、こんにちは。ありがとうございます。入り口で麺手打ちしてる方で、どんなに忙しくてもすごい笑顔で、いつもお会計の時に必ずありがとうございます気持ちよくてうどんのしおこれです。いらっしゃいませ、こんにちは。うどんもめっちゃ好きですし、僕人が好きなんでなんとかして笑ってもらいたいっていうのが同じぐらいの感じだったんで、吉本新喜劇が好きだったんですっていう。お笑い、大阪が近いんで人を笑わす笑顔にするって僕も救われてましたし、で自分にできることはっていうとやっぱ美味しいうどんを作っていらっしゃいませありがとうございましたが基本のので、より多くの人を笑顔にしたかったっていうのが修行時代からありました。もう物心ついた時3歳からですね、もう1週間で2回以上は絶対食べてましたね。で出会ったのは17歳の時ですね。はい、うどんが美味しいのはもちろんなんですけど、腕一本で一生懸命朝から晩までうどん作りをしてお客さんに喜んでもらって自信を持ってうどん職人だよって言ってるのがすごいかっこよくて、はい、手に職をつけて人を喜ばせたら生活ができる、なんか本当に人生の正解をいただいたような衝撃を受けて、まずは礼儀作法から入ってドアの閉め方だったりとか挨拶の仕方とか、僕は本当に修行するスタートした時から、師匠を超えないと一番になれないと思ってたんで、師匠から学ぶべきものとか盗むものは多分他の人よりもいっぱい盗んできたんだと思います。でもこの師匠は今60歳ぐらいなんですけど、多分枚数で打つと僕の方が多分体力はあるんですけど、1枚の綺麗さがすごいですね。こう持ち上げた時のミリ単位での正確さが熟練されてるので、領域まで行かないとダメだなっていう、超えるためにやってるんですけど。もうなんかでもこれしかできなかったのは逆に良かったかもしれないですね。僕変に頭良かったらね、大学行ってね、いやね、政治家になろうか官僚になろうかみたいなねなんですけど、大手にも入れんし
いいんじゃないですか。適材適所でなんかそれやって、僕ずっと淡々とやる、全部できるんでいろいろ。ずっとね、うどん牛乳湯がいてるんですよ。でこれのれん分けっていうよりかは育てて、その自分のお店を持ってもらいたい、自分の名前でやってほしい。まあ店舗を増やしてチェーン展開もいいんですけど、僕的には職人育った方がいいんで、単には卒業したらみんな名店になるよねっていう。オープンして約15年経つんで、これからは多分中堅とかベテランの方に入っていくと思うんで、若い子がうどんやっていいなって思えるようなうどん屋さんになっていきたいなっていう、目標にしていただけるようなうどん屋になりたいなと思って。